はい、じゃあ皆さんこんにちは。地球堂模型の南條です。この動画はですね、島根県の浜田にある地球堂という模型店なんですけど、初心者の人を応援したいという思いで動画を作ることにしました。だから例えば工具何買っていいか分かんないよとか、塗料が仕組みとか、そういったところでライトユーザーさん向けに何かできたらいいなっていうので始めたんですけども、ちょっと僕相棒がいまして、とっくんと僕でやっていきたいと思います。とっくんはちょいちょい声かけてもらえるのかな。はい、そうですね。よろしくお願いします。こんな感じで、はい、よろしくお願いします。こんな感じで、ゆるりとできたらいいなと思うんだけども、僕ね、この動画に対してね、ちょっと目的を立ててみたんですけど、これ収まる？大丈夫ですよ。入ってます、入ってます。大丈夫です。この動画の趣旨、この動画は模型をこう作るべきと教えるのではなく、工具や塗装の特徴や性質を一緒に考えて、これからの模型ライフを豊かにするものである。その2、模型の楽しさをしっかりと伝えます。で、3つ目、みんなが体験しにくい素朴な疑問に挑戦し、身を粉にしてですね。身を粉にして要求する動画である。一瞬読めなかったそうこれをね、目標にいきたいと思います。この3つ目が大事で、やっぱみんないろんな工具使え、全部買うわけにいかないので、そうですね。僕は頑張りますよ。地球の未然を切る。そうそう、未然をね切る企画でございます。で、今日第1回はニッパーについてやりたいと思うんですけども、うちの売り場だけでも見える？こんなにニッパーあるのよ。すごくない？これ何買っていいか本当に分かんないって思うのね。で、どういうのから手つけたらいいのかなっていうので、やっぱり前からやってる人なんかこうね、爪切り俺爪切りやるからいいよとか引きちぎるからいいよとかって言うんだけど、これはね、ちょっといろいろと切ってみるので、その感触をね伝えられたらなと思います。で、せっかく買った工具なんだけども、これ使い方が悪いとちょっと見えるかな。こういった感じで、せっかく工具を買ってもこの先端のところが上がこう割れてるのが分かるかな。これはね、やっぱ切り方が悪いんだよね。この切り方が悪かったり、あと切ってはいけないものを切ってしまうとこんな風に穴がこれ、ね、完全にね、うちにおる子がね、これね、真鍮線切ったね、これね間違いない。これなんかね、すごい綺麗にね穴が開いてんだよ。ほら、ほら、ここほら、もう丸い硬いの切りましたみたいななってるでしょ。で、あとはすごく高いニッパーもですね、高級ニッパーも、ほら、それ高いですもんね。めちゃくちゃ高いですよ。これ先端分かります？ここは欠けてるんですよ。で、これになっちゃう原因とか、そういったものを紹介できたらなと思います。で、まずは僕がちょっとこんだけあるニッパーの中で、初心者向けと、ちょっと模型を本格的にやってみようかなっていう人と、あとは超高級ニッパー、これを仕分けして、なんなら初めての人は超高級ニッパーは買わない方がいいかなっていうまであるので、ちょっと仕分けしたいと思います。このベビーニッパーとね、プラニッパーはね、おすすめ、一番最初に買ってもらうのいいかなと思います。で、プラモデルニッパーと、あとこれね、モデラーズニッパー、この辺りが初心者に対しておすすめです。で、ちょっと細かい話すると、プラニッパーとベビーニッパーはこれ切れ味が全く一緒です。これ柄の長さが違うので、成長に合わせて買ってもらえたらな。ぶっちゃけ僕ベビーニッパーで全然いいんだけどこの柄の長さが全然、うちにあるのベビーニッパーです、ね。そうそう、だから一番ね、こう安く買えるんでね、おすすめです。で、切れ味が悪くはないので、これがプラモデルニッパーって言って、ちょっと先が細くなってます。もちろん後で開けるんでね。で、これがかなりおすすめです。もう慣れてちょっと長く使えた、特にちっちゃい子なんかはこのモデラーズニッパーが一番おすすめになってます。この柄が太くて握りやすいですし、この先端が尖ってないのでちょっと安全。この辺りがおすすめニッパーで、この下にって言っちゃうけど爪切りと100均のニッパーも置いておきます。100均は100均でね、仕事するんだよ、たまに。もう何でもいいや、切れるならみたいな、なんか気を使わなくていいので、1回切りでガーンっていう、それこそ金属いったりとか普段したくないことができるっていう。はい、じゃあ次がこ
この辺りは両刃、片刃両刃も後で説明するんだけども、片刃と両刃でいうとその両刃でよく切れるジャンルになります。で、これね、これちょっと後で使ってみたくて、ノコールニッパー、これちょっと移植とこに置いとくこれちょっと使ったことがないんでわからないんだけど、ちょっとまた別枠。そう、別枠、ノコールニッパー、これがね、謎で、こんなところかな。で、こっから先が、でこれ金属が切れるニッパーです。これも別枠かな。そうなんですね。で、この辺りが超高級ニッパーって言われて、で、片刃ニッパーってやつです。で、こっちが両刃ニッパー。これを切れ味を、次回以降やっていけたらなと思います。大まかに分けると、そう3種類プラスアルファみたいな感じですかね。そうだね。安価なやつで、これがちょっと長く、なんていうかな、精密ニッパー、もう1回使ったらもうこれが手放せない。なるほど。そう。で、これが超高級ニッパーで、その超高級ニッパーはこれだけでいいのかっていうと、結局切れるやつと切れないやつがあって、切らない方がいいっていうのが正しいんだな。だからこれとかこれをどっちかをやっぱ持ってたいなみたいな。なるほど。もうよっぽど余裕があって、でもこの切れ味を一回体感したらもう抜けられないので、もう本当にチーズ切ってるぐらいスッていくんで。あとはその動画で塗料のね話だったりとか、あとヤスリとかノコギリとか、そういったものも気になるものとかもしあればね、教えてもらったらぜひやりたいと思いますので。それではそんな感じでニッパーの簡単な紹介ですが、次回以降は、ニッパーの各特徴とかそういうのが説明できたらと思います。で、こんな感じで動画を上げていきますので、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。では本日このニッパーの紹介を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。噛んだね